皆さんこんにちは。こちらは電音 PMA390 です。発売は1991年。当時の値段は33,000円でした。コストパフォーマンスを徹底的に追求して作られた世界戦略モデルです。ドイツのオーディオ専門誌で1位を獲得したことでヒットモデルになりました。このモデルの主なスペックは次の通りです。定格出力は8オーム 60W で、4オームの定格出力とダンピングファクターが不明です。これらは測定で明らかにしていきます。MC カートリッジに対応していますので、今回この性能も確認していきます。前回はこのアンプをオーバーホールする様子をご覧いただきました。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。1W から定格まで見事にフラットです。ということはこのアンプには音色がありません。広域が定格までフラットですから加藤応答も完璧です。カタログスペックになかった4オームの実力は 85W でした。歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。オレンジの線が今回のアンプです。80年代の物量モデルとほとんど同じです。このアンプはエントリークラスですが、アンプの基本的な性能はこれらの上位機種に匹敵します。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。1W で 100dB あれば十分ですから、十分すぎる性能です。ダンピングファクターを見ていきます。この数字が低いとスピーカーの影響を受けて音が変わります。だいたい20です。エントリークラスらしい低めの数字ですが、スピーカーケーブルを普通の長さでつなげば問題ありません。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。4% 以内が一つの基準ですが、中間から下の性能が悪いですね。これだけ悪いと音に影響します。これについてはこの後の視聴でご確認いただきます。このアンプにはフォノイコライザーがついていますので性能を確認します。一番上の線は無音溝のレベルです。イコライザーの雑音がこれより下にあれば問題ありません。MM も MC も十分な性能です。ちなみにこの無音溝のレベルはレコードを 1W で聞くときのダイナミックレンジを表しています。こちらはフォノイコライザーの周波数特性です。理想のカーブとほとんど一致しています。ということはこのフォノイコライザーには音色がありません。低域のドロップはサブソニックフィルターの特性です。このフォノイコライザーはおまけ機能ではありません。
MC カートリッジも十分高音質で再生できます。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。A の原音は音楽ソースそのものです。B は同じ音楽ソースをアンプに入れてスピーカー端子の電圧を録音したものです。このアンプの音を原音と比較してもいつものように違いがない結果になることが予想できます。いつもはアンプの音を正確にお伝えするためにギャングエラーを補正していますが、今回はギャングエラーのある音をお聞きいただきます。ギャングエラーの量は 15% です。ギャングエラーがあるとアンプの音がどう変わるのか、ボリュームの精度はアンプにとってどのくらい大切なのか、それではじっくりお聞きください。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。いかがでしたでしょう。ギャングエラーがある音について感じたことをコメント欄でお聞かせください。このアンプはエントリークラスですが、1.5 豪華のトロイダルトランスとアルミノブのおかげで安っぽい感じがしません。音楽を聴く道具にできる品質のアンプです。それに安いアンプだから音が悪いというわけではありません。歪みもノイズも上位クラスと同等の性能です。アンプの価値を決める重要な要素にボリュームの正確さがあります。このアンプはギャングエラーがひどい結果でした。エントリークラスに共通する問題がこのボリュームです。アンプ自体の性能はとてもいいだけにもったいないですね。精度のいい部品に交換できると最強のコンパクトアンプになりますが、中間タップのついた特注品のため簡単にいきません。
CD の入力だと精度の悪いところを使う形になりますが、フォノ入力の場合はボリュームの位置が上に上がって問題ないところを使えます。このアンプの内蔵フォノイコライザーは優秀です。レコードの音を素晴らしい音質で楽しめるでしょう。ご視聴ありがとうございました。